Soul Calibur 6. 1から始めるソウルキャリバー超初心者講座を始めていきたいと思います。私、PGW 所属のプロゲーマー上園と申します。皆様よろしくお願いいたします。今回は前回のラストに予告しましたリバーサレッジについて解説していきます。連発されると対応するのがものすごく面倒なシステムなので早めにやっていこうかなと思います。あんまり詳しくやりすぎてもついていくのが大変なので、今日はね、触りの部分やっていければなと思っています。最低限知っておけば何が起きてるかわかるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ見てください。それでは、超初心者講座始めます。はい、それではね、早速リバーサレッジ見ていきましょう。こちらね、やっぱね、3D ゲーム、どんなゲームでも多分そうなんですけど、最初の頃って、敵に攻められた。で自分がこうガードしてるとき、いつ攻めが終わるのか分かんない。で困っちゃうんですよ。そんな方のために用意されているのがこのリバーサレッジですね。はい。どんな攻撃が来るか分かんないというときに、この B ダスをしましょう。はい。そうするとこのリバーサレッジが出ます。このモヤモヤが出て、ちょっとモヤモヤが出て、で殴るというシステムなんですけど、こちらね、これね、戦術指南書にも書いてあります。動作開始直後に相手の攻撃をさばく構えが出ます。これ構えてる、これが構えですね。で、その構えは、相手の上段、中段、下段攻撃すべてを防ぐまさに万能の防御と。で、さばき構えが終了すると自動的に反撃が繰り出される。これですね。でこの反撃をヒットさせるとさらなるダメージが期待できる専用駆け引きに移行できますと書いてありました。でグロー君にこれ右側のグローですね、こちらに覚えさせてますので、じゃあ試してみましょう。これね、これが専用 S です。はい、でこの駆け引きはちょっと後にしましょう。こんな感じで相手が攻撃を出してきてもさばいて、ここ上段ね、はい、これ割り込める。これ負けちゃうこれ下段とかさばいて、これ確定でね、こう攻撃が当たると。攻防一体になった防御システムってことですね。はい。まさにね、万能の防御システム、リバーサレッジにも、弱点もあります。でその弱点っていうのが、直接のね、弱点と言えるのが、この A たす B の、全キャラこれ出るんですけど、ブレイクアタックって呼ばれる特性を持つこのビリビリ攻撃ですね。ビリビリ攻撃、これはさばけません。むしろひどいことになります。これ普通に食らうとこんなもんで済むんですよ。ダメージ食らって、ティラの場合だったら、有利フレームと、ティラが有利になるだけなんですけど、リバーサイチにこれ打つと、こんな感じでさらに追撃に入っちゃいます。このリバーサレッジに対してこの A たす B ね、A たす B のブレイクアタックは全キャラこのリーサルヒットってちょっとね、これドゥーンってなって特殊な演出に入るリーサルヒットって言うんですけど、こちらの、リーサルヒットも同じように説明しますんで、はい。リーサルヒットが起こるということで、リバーサル1読んだら、これがかなりでかいです。バレてると、読み負けたなと思ってください。はい。あとは、もう一個、ガードフの攻撃かな。これは、そもそもガードできないんで、リバーサイチしてもダメです。負けます。これは潰されちゃいます。このね、ガードフの攻撃、多分全キャラ1個あんのかな、1個以上あるって感じかな。はい。キャラとコマンドは違うんですけど、判定とか属性、上段とか中段とか、その辺はキャラによって違うんですけど、この燃えてるエフェクトのガード不能は画面が暗くなって変なエフェクトが出るんで、結構わかりやすいです。はい。これと雷だったらリバーサレッジ貫通できるって感じですね。はい、このリバーサレッジなんですけど、リバーサレッジ B たす D ですね、こちらのボタンを長押しするとこのさばき状態を
持続させて長くできる。でそうすると何が起きるかっていうと、さっきのね BB ってこっちが打った時に2段目に負けちゃう、その持続が切れちゃって B の2段目を食らっちゃうっていうのがあったんですけど、これを貯めるとこんな感じでねさばけます。これ最大ためにしてるんですけど、ため切るとこんな感じで、発生の攻撃全部さばけます。ただ、一応ねリスクもあって、いっぱいさばけるんですけど、当然リスクあります。でそのリスクっていうのが、こんな感じで BB 取られたけど横に歩かれて、その空振ったところにねなんか技を食らっちゃうとかっていうリスクがあったりします。でリバーサルエッジが当たると、専用の演出に移行するんですが、当たるとねこんな感じで一旦お互い距離が離れますと。距離が離れて、で距離が離れてる間にA と B と K、基本はねこの3つでじゃんけんが発生します。 A は B 縦切りに負けます。縦切りが勝つ、横切りには縦切りが勝つ。で縦切りには、K が勝ちます。縦切りは K に負けます。で今度は、蹴りは横切りに負けます。横切りは蹴りに勝ちますっていう感じの3すくみのじゃんけんが成立してます。でちょっとねこれを図にしたんで見てください。こちらがねリバーサルエッジの3すくみの図になります。赤文字が勝ちで黒文字が負けるって感じのじゃんけんになってます。本当にグーチョキパーではあるんですけど、じゃんけんってことは、あいこがあるということですね。で、あいこになるとどうなるかっていうのを今から見せたいと思います。はい、では、自分からリバーサルエッジを仕掛けてみます。リバーサルエッジの駆け引き件数に入ると、相手のグローには縦切り、B ボタンの、攻撃が出るように設定してあります。ここですね、リバーサルエッジの設定というところですね。で、この状態でアイコになるように自分も B を出してみます。はい、それでは行ってみたいと思います。リバーサルエッジ、ボン。はい、自分 B 連打してます。B を連打します。2周目行きました。2周目 B でも相打ちでも勝ちました。はい、というわけでですね、リバーサルエッジは同じボタンがね選択された場合は、距離が離れて2周目に突入いたします。で2周目のポイントが、同じボタンを選択してもリバーサルエッジを仕掛けた側、自分が仕掛けたんでこの場合はティラ側がね一方的に勝ちます。なので3周目の突入っていうのはありません。しかも、2周目のねじゃんけんで勝った場合は大きなリターンがあります。キャラによって変わるんですけど、キャラとかね、あとはその勝利したボタンで変わるんですけど、単純にねダメージが高いものや追撃が入るものなどね、ヒット時の効果が変わるものが多いです。あと共通してこれソウルゲージ見てもらいたいんですけど、めちゃくちゃ溜まってます。これね2周目で勝った場合のゲージ上昇、1本ぐらいなんですけど、じゃあ代わりに今度じゃあ K で1周目で K 出してみます。ゲージ見てください。一発目たまるんですけど、こんなもん。あとはね、ティラはおまけで、K で勝つと、モードが変わるっていうね、特典があります。こんな感じでね、変わるんですよ。じゃあ次に、アイコの後に、じゃあ K をしてみます。で、どうなるかっていうと、アイコ、で、次 K 連打してます。で、勝ちます。簡単なコンボでいいかな。そんな。浮かせ技がね、繋がっちゃうんですよ。だからめちゃくちゃ減るんです。こんな感じでね、リバーサルエッジの2周目はとにかくやばいです。仕掛けた側はね、すごい美味しいんですけど、仕掛けられた側が2周目いっちゃうと、とにかくきついです。リバーサルエッジの演出に入った時に、お互いが攻撃ボタンを押した場合は、先ほど見てもらった通りなんですが、実はね、他にも選択肢があります。それではこちら解説していきます。はい、画面切り替えました。で、先ほども見てもらったんですけど、このリバーサルエッジ設定ですね。でさっき説明したのが A、B、K、ここまでなんですよ。で、ここから見てもらうのが、ちょっと、守り寄りの選択肢なんですけど、G、ガードボタンですね。ガードボタンと、前方移動。
はい。で、後方移動。はい。そして、右移動、左移動なんですけど、右と左は、ほぼ一緒かな。ステージによってね、場所によって変えるかなぐらいの感じです。じゃあね、早速こちら解説していきます。まずはガードなんですけど、こちら、グローに G ボタンを押させてます。じゃあガード押してみます。もう押してもらってますですね、これはね。はい。じゃあ行ってみましょう。じゃあ A 行きます。A 連打するとどうなるかっていうと、これね、本当にガードしてくれます。はい。ガードしてます。で、次が、B を押してみます。ガードに対して B。ガードに対して B は2周目に突入します。はい。で、続いてガードに対して K。K を押してみます。K を押すと、これもガードになります。というわけで、ガードを選んだ場合ですね、A と B が来たら、ガードして、嘘です。A と K です。はい。A と K が来た場合は、ガードして、エースが終わります。一旦仕切り直し。で、B が来ちゃったら、地獄の2周目突入します。という感じですね。はい。はい。それではね、ガードした際、ガード結構安牌ではあるんですけど、ガードした際のデメリットについてちょっと説明いたします。で、画面の左側にダメージ、トータル、ガードクラッシュって、ちっちゃい文字で出てるんですけど、このガードクラッシュですね、このゲーム、ずっとガードしてると、ガードブレイク、ガードクラッシュ、ガークラで、ガードが弾かれて、一定時間ね、その不利な時間を背負ってしまいます。大体コンボ食らうんで、危険です。で、これガードすると、これね、A でも K でも、30% とかぐらい溜まるんですよ。で、やばいのが B っすね。B ガードすると、一発目で 50% 溜まります。で、2周目も B をガードしようってやると、絶対これガードクラッシュするんで、今ちょっと遅かったんですけど、怖いなと思ってると、安く済むんだけど、一応コンボ食らいます。補正も入ってるんでね、あんまり減らないんですけど、状況によってはもう負け確みたいな状況もあったりするんで、お気をつけください。はい。で、ですね、お互いガードした場合もあるんですけど、攻めてるがあんまりないんですけど、そのガードする。そうすると、こんな感じで、同じボタンを選択してるんで、2周目に突入します。で、当然、2周目も、同じボタンを押した場合は、その仕掛けた側が一応有利な状況になるという感じですね。はい。で、もう1個、その2周目、そもそもリバーサルエッジ演出後にガードすると、これ見てもらえれば、わかると思うんですけど、左側のね、数字。これダメージとかトータル、あとガードクラッシュってなってるんですけど、ガード耐久値ですね、このガードクラッシュっていうのが。ガード耐久値が大幅に減少します。削られます。で、これだと、3分の1ぐらい減らされると。で、B だと、一発目をガードしても、2周目行った上に、50% ぐらい削れると。で、これね、今 0% なんですよ。で、ガードで2周目行くじゃないですか。で、これで B をガードしちゃうと一発でガクラするんで、こういったね、デメリットもあります。で、次が、リバーサルエッジのステップについて。で、こちらはもう多分見た方が早いですね。こちらちょっと出しますわ。はい。こちら、パパッと作りました。で、リバーサルエッジのステップなんですけど、前と、あと左右か。左右ってなってたんですけど、あれはまとめて横でいいです。で、あと後ろ。3つあるんですけど、で、これは3分の1でしか勝てない。じゃあこれ A を覚えさせてですね。相手に A を覚えさせて、で、自分が前に、レバーを前に入れる。そうすると、相手の横切りを避けて、有利な状況になると。この場合だと、大体ね、浮かせ技が入るんで、大体です。大体浮かせ技が入るんで、3分の1なんですけど、勝った時のリターンは結構でかいです。その代わり、相手が、B とか K 押してると、負けます。
負けちゃうんで、3分の1なんですけど、勝った時はでかい。かつ、負けても絶対に2周目に行かないっていうのが、移動のメリットっていうんですかね。はい。これはもう横も後ろもこんな感じで3分の1で勝てて、読み勝ったらでかいよと。で、相手がガードしてる場合、これね、仕切り直しになります。はい。でもそう。あんまりね、仕切り直したいときに、前とか入れないんだけど、こんな感じでね、何も起こらないっていう感じですね。はい。相手がステップした場合も、お互いその移動して、これとかはお互いすごい距離が離れて、おしまいという感じになります。やっぱりその、2周目行くとすごいきついんで、負けても、そのリターンをその低くするために移動を選択するっていうのは結構ありですね。自分はやっぱ移動がメインなんで、押さなきゃいけない状況っていつか来ると思うんですけど、そういう時だけ押すって感じですね。はい。攻撃ボタンは。基本は、そのガードとか、あとはその、相手のリバーサル値の強さで変えるっていう感じですかね。はい。リバーサルエッジっていうのは、その、A、B、K、どれで読み勝っても、リターンが同じぐらいっていう感じではなくて、キャラにもよるんですけど、一番痛い、食らっちゃいけないボタンっていうのは存在してたりします。グローだったら、K が一番強いんで、これね、これ食らうと、次に浮かせ技が入ってコンボになっちゃう。だけど、A と B ならそこまで減らないっていう感じなんで、K だけ食らわないようにするとか、その、なんだろう、一応虫キング、メスキングみたいな感じなんでその相手の得意な攻撃をなるべく食らわないようにするっていうのが結構大事ですね。また状況によってはね、ここでこの攻撃食らうとリングアウトさせられちゃうからとか、端付近でなっちゃうんで、そういう時に結構知識が必要になるので、キャラ別にちょっと覚えなきゃいけないから大変かなと思ってます。はい。はい、それではね、最後に、リバーサル値のまとめなんですけど、はい。リバーサル値っていうのは、相手の攻撃を受け流す攻防一体の構えとなっております。で、弱点は、ブレイクアタック、ビビリ攻撃ですね、とか、炎のね、攻撃、ガード風の攻撃には負けると。で、リバーサルエッジは基本的に仕掛けた側が有利なじゃんけんとなっております、虫キング。そして2周目はとにかくやばいので、2周目いったら、食らった側はね、仕掛けられた側は気合で勝つ。そんな感じです。リバーサルエッジね、そのキャラによって判定だったりとか、その攻撃が出るまでの速さが違うんですよ。で、性能差が単純にあるんで、そのキャラによっては結構使うとか、その使わないとか、やっぱりそのリバーサルエッジが弱いキャラってあんまり使わないんですけど、最初はね、あんま気にせず使っちゃって大丈夫だと思います。で慣れてくると、そのゲームに慣れてくるとだんだん使用頻度が減ってくるんじゃないかなと思うんですけど、最初はとにかくやっちゃって大丈夫です。という感じで今回のシステム解説は終わりたいと思います。まだね、システムで結構いっぱいあるんで、とりあえず今回触りっす。しかも長くなっちゃったんで今日ここまでとなります。今回の動画はここまでとなります。入門なら20分近くなってしまいました。すみません。中級編はまだ先になるとは思うんですけど、その時にね、もう少し詳しくやれたらいいんじゃないかなと思ってます。もっと早く知りたいって方は、攻略ウィキとか、かなりね、詳しいフレームデータをまとめてくれてる天才がいますので、そちらをね、参考にしてみてください。あとは、今回の動画に限らずなんですけど、自分の Twitter とか、あとは最近その攻略動画作るのでちょっと時間があまり取れてないんですけど、配信してる時とかに気になることを聞いてくれたらお答えいたしますのでよろしくお願いします。次回は、ガードインパクトと、時間があれば長くなりすぎなければねガード関連について解説したいと思います。そ
それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。